じゃあまず、このチェックバルブ新品に変えます。これ新旧でね、これだけ大きさ違うんだけど、長さが違うんだけど大丈夫かな。わかりますか。長さがだいぶ違う。これが HK500 500HK だっけ用のやつですね。こっちがこれについてたやつね。ちょっと長さ違いますけど、なんかな、締めすぎ怖いか。クイックライターこれつけます。まずこれをはい、よし。で鉛パッキンか。鉛パッキンを新品入れます。でここへかな。よし。で次は、ジェネレーターつけていきます。これはね、このフィルターは新品さっき買いました。鉛パッキン入れて、OK かな。よっ、はい、 OK。次これ入れるんですけど、ここにね、やっぱさっきのポッチ、これがここにはまって、で回すことによって上下するようになってます。これが手前に来なきゃいけない。入れて、こっちを回していくと、この矢印上にして、ちゃんとはまんなきゃいけない。わかりました。これそのままスポンってこう入れると結構下まで入っちゃうんですけど、下まで入れないで、このさっきの切り欠きがこの穴から見える位置じゃないとまずいらしいですね。これ穴見て、ああこれ動く動く、これスムーズよ。で次はこれをはめます。
締めて、これで真ん中にくればいい。大丈夫かな、もうちょいかな。ちょっと向こうやりすぎたかな。あ、来た。これでちゃんとこう中心取ってますよね。でこのニードルをこのダイヤルが上の状態で入れて、ニードルキーを使って入れます。これが古い方ね。古い方と新しい方ね。下に下げといてこう入れると。はい。でこれ上にして針が出ればいいんだよね。あ、出てる。 OK。 よし。はまった。OK。 マントルをつけますと。マントルが破れる原因になるんで切っときますね。ポンプのラバー変えます。指で押さえてこますか。あ、いけた。あ、いけた。お、いけるじゃん。いけた。よし。はい、止まりました。でこのままだとこれ硬くて入らないので灯油につけておきます。染み込ませて柔らかくします。よし、もういいかな。柔らかくなったみたいなので全然動かない。メモリが全く動かない。実はねこのクイックライターですけども、これごと本当は交換しようと思って注文したんですけど、本体と同じで、今品薄になってて、10日ぐらい経っても送ってこなくてキャンセルになってしまったんですよね。でよく調べてみたらこの小さいパーツどうやらこれだけつければ大丈夫そうなので、これを注文しました。これをねこの部分につけます。これがついてなかったんですよね。それでそこからシューシューね燃料が漏れて圧が上がらなかったっていうことですね。ちょっとこれつけてみます。わかります？すごいちっちゃいですよ。こんなちっちゃい。これをねつけます。うわーちっちゃ。これをよし、これでいけそうだな。全く針が動かない。この周りから漏れてますね。
よし。圧力計の針が全く反応しません。全く反応なし。ちゃんとね、圧はこうちゃんと上がってるんですけど、これの針が全く反応しないので、結局ね、アマゾンで注文しちゃいました。よし、さあどうかな。上がってきましたね。うわ、ダメだ、これつかないよ。クイックライターをもう一回外して、ここにちっちゃいフィルターがあるんですけど、このフィルターをそうしました。前もやったんですけど取り切れてなかったみたいで、多分ね、前のオーナーが接着剤かなんか使ってここを埋めちゃったみたいで、この周りそれが詰まったかなんかで、もう完全にこれ塞がってましたね。外から見たら分かんないんですけど、でバーナーでちょっと炙って、汚れをコンプレッサー使って飛ばしました。これから先、こんな風にメンテナンスする時も実際に使う時もポンプでもいいんですけど、こういうのがね売ってます。自転車の空気入れとか、コンプレッサー使ってこっちに空気を送り込むアダプターですね。これAmazon で買いました。これがあれば閉めて、ここ閉めて、この針を出しといて、でこっちを閉じとくと。変なとこから出てきちょっとしばらく様子見ます。ここにニップルがあるんですけど、この締めが甘かったみたいで、増し締めしたら安定しましたね。いや、これなんか漏れてきてるぞ。これが気になるんだ。そこいら中に隙間あるんじゃないのこれ。おー、いいね。
でいいんじゃね？燃料少なすぎんのかな。ちょっと本調子じゃないんで、また少しずつ調整していきます。